どうもダーティです。今回はファン待望の劇場版ガンダムシードフリーダムよりライジングフリーダムガンダムを簡単成型色ウェザリングで制作していきます。これぞシードっていうポージングですね。HG には珍しい説明書が冊子なんですよね。私は初めて見ました。そしてこのバカでかいホイールシールも初めて見ました。最新キットなのに白いラインは今回塗装しますね。ゲート処理なんですが、紙やすり、スポンジやすりもろもろ今回は使用しません。使用するのはニッパータミヤさんの先細ニッパーですねとゴッドハンドさんのアルティメットニッパー片刃ニッパーですね。でもし片刃ニッパーを持っていない方はデザインナイフで大丈夫です。ではこれらを使って作っていきます。パーツの切り出しなんですが、普通に切るのではなくニッパーを逆向きでゲートをカットしていきます。そうすると必然的にパーツにゲートが残るので発火を防げます。このようにですね、しっかりゲートが残ります。ここからは残ったゲートの処理2度切りになります。片刃ニッパーをしっかりゲートに沿わせて丁寧に切ります。デザインナイフは進行方向に指がないようにしてこちらをパーツに平行にカットします。切った反対方向からも少しだけ残ったゲートを処理します。こんな感じであとは説明書通りに製作していきます。製作といえば世界で最も失敗した製作としてヨーロッパの人口の3分の1を奪い去ったペスト、黒死病ですね。そのペストの媒介となるネズミの駆除をすれば報酬を与えるという政策があったんですが、これが駆除したネズミの尻尾に応じて報酬を渡すものだったんですけど、なぜ失敗したのかっていうと、人々はネズミの尻尾だけを切り落として逃がしたんですね。その方が繁殖してまた尻尾を切ってお金がもらえる、儲かるからですね。人間って恐ろしく欲深いですよね。フロントスカートは分割しておきます。頭部のアンテナの安全フラッグはニッパーで慎重に切り取ってシャープ化しておきます。4本すべてカットします。はい、イケメンですね。で、各パーツの切り出しと組み立てが終わりました。全パーツを合体させていきます。ここまでだいたい3時間ぐらいかかりましたね。ランナーが11枚と HG でもかなり多い方でした。まあそれだけ色分けもある程度しっかりしてますね。では素組みの完成です。一周回して見ていきますね。素組みでかなりかっこいいですよね。分割ラインもほぼ目立つところがなくて、背面のウイングも迫力のあるこのサイズ感。ただこのウイングの白いラインがないのが物足りないんですよね。ということでウイング部分の白いラインだけは塗装していきたいと思います。すみません、やってる途中からで。マスキングの貼り方なんですが、羽の部分を覆い尽くせるように長くマスキングテープをカットします。それをしっかりときれいに伸ばしてシワにならないように貼り付けます。パーツに白いラインが入る部分にモールドがありますので、マスキングテープに爪でしっかりとモールドが見えるぐらいに跡形をつけていきます。しっかりで、ラインが曲がっている角の部分はピンセットや爪楊枝でしっかりとなぞっていきます。そしたらデザインナイフで跡形をつけた部分を慎重にカットしていきます。私は動画ではカメラが邪魔で見えないのでパーツを持ち上げてカットしてるんですけども、作業台に置いてやった方が安定してやりやすいと思います。また失敗しても後でリカバリーの方も説明しますので大丈夫です。ちなみに動画は 1.5 倍速なので、私はこんなに素早くスムーズにできているわけではありませんので、1.5 倍でも遅いか
カットできたらマスキングテープを剥がしていきます。今強引にそのまま行こうとしたんですけど、切れてない箇所があれば再度デザインナイフでカットしていきましょう。最後も引きちぎって雑。こんな感じですね。で、残った場所のマスキングを取り除いて、はい、またちぎった。最後引きちぎったので角の部分が甘くなっていたので、小さくカットしたマスキングを上から貼って、これで OK ですね。もし別の箇所を失敗してもこの方法でリカバリーすれば大丈夫です。こんな感じで同じマスキングを20箇所施します。これなかなかの地獄でしたね。では塗装していきたいと思います。はい、終わりました。マスキングを剥がしていきます。今回は白のサーフェイサーで塗装しています。隠蔽力が強くて楽です。がっつりはみ出てますね。こっちは綺麗にできてますが、はみ出た箇所があるのでリカバリーしていきます。デザインナイフでカンナ書きの要領で塗料を剥がしていきます。で、また溶剤を含ませた綿棒で拭き取っていっても大丈夫です。これで塗装はおしまいです。今回はウイング部分のみの塗装で仕上げていきます。やっぱりこれだけで印象変わりますよね。ではいよいよウェザリング作業に入っていきます。まずはスポンジチッピングから、ラッカー塗料の国鉄色と100均で買える隙間テープのスポンジを使って作業していきます。切り出した隙間テープに塗料をつけて、ティッシュに何回か押し付けて塗料の量を調節します。軽くつくかなぐらいになれば OK です。これぐらいですね。では汚していきましょう。足先からですね。ポンポンポンと押し当てていきます。アンクルガードのエッジの部分、こんな感じで汚していきます。で、注意なんですが、ポンポンとスポンジを軽く当てていくんですけど、スポンジを当てた時にスポンジがスライドしないようにしてください。点じゃなくて線になってしまうので、丁寧に作業を行っていきます。このように各所にチッピング作業を行っていきます。あまりにも左右対称になると不自然なので、バランスを見ながら右側のここは強めにしたから左目は弱めにしてなどバランスをとっていきます。この時動画のように下半身のパーツをばらさずに作業するとバランスが取りやすいと思います。胴体は左胸下のチッピングが強いので、逆サイドは弱めにして胸の赤いライン上にはやや右寄りに汚しています。モビルアーマー形態時の選手になる部分は強めに、頭部は全体的に弱めにしています。腕もエッジ部分を中心に汚して、関節と走行の際の部分にもチッピングしています。同じウイングパーツが多いのでパターン化しないようにバランスを取りました。腰部のレールガンですね。これも擦れそうな部分にチッピングしています。次はスミレをしていきます。今回はタミヤさんのエナメル塗料のグレーを使ってスミレを行っていきます。よく攪拌させた塗料をモールドに流し込んでいきます。はみ出した部分をエナメル溶剤で拭き取っていきます。チッピングがラッカー塗料なので拭き取りの時に剥がれたりしないのでしっかりと拭き取っておきます。次はリアルタッチマーカーを使った汚し作業に入ります。使用するのはブラウン1、グレー3、ぼかしペンの3種類です。ちょんちょんちょんと書き込んでいきます。基本的にはチッピングをした部分の上に書いていきます。まずはブラウン1を使って大きめに書き込みます。その後ぼかしペンで書いた輪郭部分をぼかしていきます。
この時一回り小さくなるので、自分が思うより大きめに書き込んだ方がいいと思います。次にグレー3を使って中心部分に書き込みます。先ほどと同じように輪郭部分をぼかしペンでぼかしていきます。ブラウンとグレーとが混ざったペン先が汚れた状態でぼかすと色の境がうまくなじみます。この一連の作業を終えてからぼかしペンのペン先はティッシュなどできれいにしてください。この作業を各所に行っていきます。横紙も大小さまざまなサイズになるように作業していきます。チッピングをした部分だけではなく、ここもバランスをとって汚していきます。バランスの取り方なんですが、ここはフロントスカートヨーブレールガンで擦れるんじゃないかなとか想像しながら汚していけばいいと思います。先ほどは一連の作業を終えてからペン先をきれいにすると言ったんですが、広範囲になるとぼかしきれなくなるので、途中で一度ぼかしペンをきれいにしてからぼかしていきます。チッピングした箇所よりかは少なめに汚していますが、作業時間としてはチッピングの倍ぐらいですかね、かかっています。だいたい私で2時間ぐらいちょん作業していましたね。下半身全体でこんな感じですね。当然これもエッジ部分だけではなく、自分の想像を膨らませて、ここは蹴り入れた時に擦れたなどで、私はふくらはぎやすねの部分も少し汚しています。リアルタッチマーカーが初めての方はあまり見えない背面で練習してから表面の作業をすればいいんじゃないかなと思います。ウィング部分ももちろん両面に。モビルアーマージの選手は大胆に。胴体は下半身よりも汚し箇所は少なめにしていますが、密度があるのでしっかり汚れている印象です。腰部のレールガンはこんな感じです。腕は関節部、前腕部、肩アーマー。ビームサーベルを使うので前腕部は擦れると思うんですよね。次はウェザリングマスターを使って汚していきます。すいません、A、B、D と動画で映っていますが A と B だけを使用します。まずは B セットの裾を使います。付属のスポンジに塗料をつけて、これもまたチッピングを施したエッジ部分中心に汚していきます。指でこすったり、スポンジの逆についているハケで塗った境をぼかしていきます。チッピングでの汚し、リアルタッチマーカーでの汚し、ウェザリングマスターでの汚しと、3種類の汚しが重なっている箇所、2種類の汚しが重なっている箇所と、あと全体的に密になっているところ、綺麗なままのところとバランスをとっていきます。足にはがっつり汚しをつけていきます。上半身も同様に汚していきます。今回の動画ではできるだけどの箇所にどれくらいの汚しをしているのか分かりやすくするように作業風景を多めに入れています。その分動画が長くなってしまい申し訳ないですが、私が初心者の頃やり方だけを紹介してはい完成ですみたいな動画を参考にしてたんですが、わかんねえよとか思いながら、短い時間で簡潔に見られるのはありがたいんですが、そんなこんなで作業風景が多めになっております。背面のパーツは一つ一つが大きいので、どのようなバランスで汚すかは
かなり自分のセンスと好みになってくると思います。次は A セットのライトサンドをハケを使ってつけていきますね。映像では少し分かりにくいですが、ハケを使うとかすかにウェザリングマスターがつくので、汚しの強弱をつけるためにスポンジとハケを使い分けています。しっかりのせるところはスポンジ部分でつけていきます。今までの汚しは暗いトーンの汚しでしたが、ハイライトの汚しを入れることによってトーンに幅ができて情報量アップになります。特にウイング部分のような黒めのパーツはハイライトの汚しが映えます。簡易的に組み上げて全体の汚しのバランスを見ていきます。私はこのような感じでした。次にトップコートを拭いていきます。使用するのはスーパースムースクリアの艶消しです。エアブラシを持ってない場合、缶タイプのもので大丈夫です。すいません、動画では光沢になっていますが、今回は艶消しでトップコートします。はい、トップコートが終わりました。こんな感じでまた雰囲気が変わりますね。で、次はエナメル塗料のチタンシルバーを使ってドライブラシを行っていきます。最後のウェザリング作業になります。塗料はよく混ぜて容器に移して、筆の塗料がほぼなくなるぐらいまでペーパーで拭き取ります。そしてエッジ部分にこすりつけていきます。艶消しのトップコートをすることによってドライブラシの際にエッジ部分に取っかかりができ、塗料ののりを良くしています。逆に光沢のコートだとツルツルになるので、かなりドライブラシはやりにくくなります。塗料が多めにつきすぎてしまった場合はエナメル溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取れますので、安心して汚していきます。特に黒系のパーツにシルバーのドライブラシは入るので、積極的に行っていきます。首周りのパーツはモールドがしっかりしているので、ドライブラシで輪郭を強調していきます。エッジ面だけではなく、広い面にもささっと擦れた様子を追加していきます。上半身はこのように仕上げました。艶消しをしているのでメタリック部分との差が出て、一気に金属感が増します。下半身ですね。白いパーツはシルバーが同系色なので目立たないのであまりせず、関節部のフレームのむき出しの箇所、ここがシルバーが入るのでドライブラシしていきます。足のパーツも分割部分とつま先に入れていきます。エッジが際立っていい感じ。かかとの部分は筆を押し付けて一気に下方向にこすりつけて、自然なこすれ感を演出しています。これも上半身に比べて下半身は全体的にドライブラシを強めに行っています。シールドは武器にもなり飛ばすことができるので、その進行方向に向かってしっかり傷をつけていきます。あとはいろんな角度からの傷を演出していきます。十字を切るようになどランダムに全体を汚します。シールドのウェザリングもかなり個性が出るんじゃないでしょうか。ウイング部分です。ノーカットの4倍速ですが、こんな風に割と雑な感じです。でもこれぐらい雑な方が全体的なバランスは自然な仕上がりになると思います。こんな感じに全体的にまばらな感じです。接続部のグレー部分はしっかりめです。組み立て時にほぼ見えないんですけど、腕はボディとの接続部のフレームやショルダーアーマーにあるスラスターのアウトサイド、
関節可動箇所、前腕アーマーのエッジ。ハンドパーツは絶対擦れますから、しっかりめにドライブラシは必須です。すいません、言い忘れていたのですが、トップコートで艶消しになってしまうので、すぐみじに頭部のシールを貼らずに最後に貼っていきます。今回使用するのは頭部のツインアイとセンサー部分だけ貼っていきます。傷がつかないようにしっかり圧着させます。綺麗に貼ればギラッと光ってホイールシールだけで十分にかっこよく仕上がります。最近の HG はツインアイの部分のパーツも分割されているのでずれずに貼りやすくなっていますね。あとは頭部センサーの2つ、背面に2つ貼りました。ではこれでいよいよ完成です。この最後に組み上げる楽しみのために手間暇かけた甲斐があるってわけですね。それでは感動のフィナーレです。では全体の仕上がりです。今回はスポンジチッピング、リアルタッチマーカーによる汚し、ウェザリングマスター、シルバーのドライブラシと4工程で仕上げました。ウェザリング作業による組み合わせで重宝量を増やしてデカールシールに頼らなくても十分かっこいい仕上がりになったと思います。またヤスリがけのゲート処理をしなくてもウェザリング仕上げの場合ほとんどわからなくなるぐらいまで隠せるので、ヤスリがけが苦手な人や嫌いな人にはおすすめです。当然ヤスリがけやデカールシールを貼ったり筋彫りをしたりすればするほど完成度は上がっていきますが、時間がかかりますし、もっとたくさんいろんなキットを作りたい、何よりガンプラは自由だをモットーに自分が納得できる作り方をすればいいと思います。あと今回ウィングの白いラインはそうしましたが、キットに付属のシールでも可能です。ただドライブラシの作業でめくらないようにだけは注意が必要だと思います。いかがだったでしょうか。今回はだいたい10時間ぐらいの作業時間で制作できました。一つの作例として何かためになることがあったら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。